ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日は足の成長の壁を打ち破るテクニックとしてジャイアントセット法足トレ編をご紹介します。筋力トレーニングを開始した当初は一つの種目を数セット終わらせて次の種目に移るといったいわゆるストレートセットで行うことが多いと思います。しかしやがて停滞を迎えるとコンパウンドセット法、トライセット法など同一部位のエクササイズを2種目あるいは3種目連続して行う方法をピンポイントで入れて刺激の揺さぶりをかけるテクニックもあります。そしてさらに上級者になるとジャイアントセット法を取り入れるタイミングになりますが、具体的なやり方が分からず損をしている人も多いです。そこで今回の内容は1、ジャイアントセット法とは、2、足の筋の構造と働き、3、エクササイズの方法と注意点、以上3点についてできるだけ分かりやすく解説していきます。ジャイアントセット法を導入したことがない方はもちろん、すでに行ったことがあるという上級者の方も今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。また過去にご紹介したエクササイズ完全解説の動画も合わせてご覧いただくことにより、各エクササイズの精度が高まり、より効果的なワークアウトができると思います。それでは行きましょう。ジャイアントセット法とは、同一部位について4種目以上を休みなく連続して行うやり方です。本日は足のジャイアントセット法の実践例を大腿四頭筋と臀筋、ハムストリングスに分けてご紹介します。下肢の筋について見ていきましょう。大腿四頭筋は膝を伸ばしたり股関節を曲げる働きがあり、大腿部前面の厚みを形成します。ハムストリングスは膝を曲げたり股関節を伸ばす働きがあり、大腿部後面の厚みを形成します。大臀筋は股関節を伸ばす働きがあり、臀部の厚みを形成します。大腿四頭筋のジャイアントセットです。まず1種目目はシッシースクワットです。開始姿勢は片手を壁につけて立ちます。下ろす動作は体幹をまっすぐに保ち、スピードをコントロールしながら膝を曲げていきます。膝を前方へ下ろしながら最大屈曲まで曲げ、大腿四頭筋をストレッチさせます。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道を通り開始姿勢に戻ります。大腿四頭筋を最大にストレッチさせるため、股関節を伸展位に保つことを心がけましょう。2種目目はスプリットスクワットです。開始姿勢は両手にダンベルを持ち直立します。足幅は腰幅のまま、足を前後に開きます。下ろす動作はバランスを取りながら膝と股関節をゆっくり曲げていきます。つま先と膝は同じ方向に向け、できるだけ膝が前に出ないように注意します。大腿部が床と平行になるまでしゃがみます。動作中は胸を張り、腰、背中が丸まらないように注意しましょう。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道を通りゆっくりとスタートポジションに戻ります。3種目目はフルスクワットです。開始姿勢はダンベルを両手に持ち、スタンスは肩幅かそれより広く開き、つま先をやや外側に向けます。下ろす動作はバランスを取りながら膝と股関節をゆっくり曲げていきます。つま先と膝は同じ方向に向け、つま先より膝が前に出過ぎないように注意しましょう。動作中は胸を張り、腰、背中が丸まらないように注意します。上げる動作は膝の高さよりも下になるまで腰を下ろし、下ろす動作と同じ軌道を通りゆっくりスタートポジションに戻ります。4種目目はゴブレットワイドスクワットです。開始姿勢はダンベルを両手で挟むように持ち、足幅を肩幅の 1.5 倍くらいに広げます。体の前方でダンベルを縦に持ちます。下ろす動作は膝の位置がつま先から出ないようにしゃがみます。膝をつま先と同じ方向に向けます。大腿部が床と平行になるまでしゃがみます。上げる動作はしゃがむ動作と同じ軌道を通り開始姿勢に戻ります。続いてハムストリングス臀筋のジャイアントセットです。1種目目はブルガリアンスクワットです。開始姿勢はベンチに座って片足を伸ばします。前方の足の位置を動かさずに立ち上がります。ダンベルを両手で持ち、後方の足をベンチに乗せます。下ろす動作はバランスを取りながら膝と股関節をゆっくり曲げていきます。つま先と膝は同じ方向に向け、できるだけ膝が前に出ないように注意しましょう。
動作中は胸を張り、腰、背中が丸まらないように注意しましょう。上げる動作は大腿部が床と平行になるまで腰を落としたら、ゆっくりスタートポジションに戻っていきます。2種目目はスティフレッグデッドリフトです。開始姿勢はダンベルを両手で持ち直立します。足幅を完全に閉じます。膝を伸ばし直立します。下ろす動作は膝を伸ばしたまま股関節を曲げていき、骨盤から上体を前傾させていきます。背中は常にまっすぐに保ち、股関節のみ曲げていきます。ハムストリングスのストレッチが十分にされていると感じる位置まで下ろします。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道でゆっくりと上げていきます。3種目目はルーマニアンデッドリフトです。開始姿勢はダンベルを両手で持ち直立します。足幅は腰幅くらいに開きます。膝をわずかに曲げます。下ろす動作は膝の角度を固定して骨盤から上体を前傾させていきます。背中は常にまっすぐに保ち、股関節のみ曲げていきます。ハムストリングスのストレッチが十分にされていると感じる位置まで下ろします。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道でゆっくりと上げていきます。4種目目はレッグカールです。開始姿勢はうつ伏せになりダンベルを足元に置きます。ダンベルのシャフトを両足で挟むようにして足底でダンベルを持ち上げていきます。上げる動作はそのまま膝を曲げダンベルを挙上します。膝を90度くらいまで曲げます。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通りゆっくりと開始姿勢に戻ります。ベンチなどを使用すると可動域が広がり、膝を伸ばしきることができ、ハムストリングスをよりストレッチすることができます。以上のまとめです。大腿四頭筋のジャイアントセットは、1、シッシースクワット、2、スプリットスクワット、3、フルスクワット、4、ゴブレットワイドスクワット、上記1から4を休みなく連続で行い、これを1セットとします。重さは10から 15RM、反復回数は10から15回、セット数は3から5セット、セット間のインターバルは3から5分とします。頻度は2週間に1ヶ月に1回程度行いましょう。毎回のセッションで行うとオーバーワークに陥る危険性がありますので注意しましょう。1セットの時間を20秒から30秒くらいで設定する方法もあります。ハムストリングス臀筋のジャイアントセットは、ブルガリアンスクワット、スティフレッグデッドリフト、ルーマニアンデッドリフト、レッグカール、上記1から4を休みなく連続で行い、これを1セットとします。重さは10から 15RM、反復回数は10から15回、セット数は3から5セット、セット間のインターバルを3から5分とします。頻度は2週間から1ヶ月に1回程度にします。毎回のセッションで行うとオーバーワークに陥る可能性があるので注意しましょう。1セットの時間を20秒から30秒くらいで設定する方法もあります。スマートワークアウトチャンネルが本になりました。ダンベルとベンチがあれば自宅で手軽にできる効果的な筋トレ方法を徹底解説しています。筋肉を効率的に成長させるためにはまず正しいフォーム、重さ、回数、セット数の基本を理解することが大切になります。この本と動画をフル活用して自宅での筋トレはもちろんジムでのワークアウトでも参考にできるダンベルトレーニングの入門書としてもご活用いただけます。概要欄のリンクよりお買い求めいただくことができます。ペーパーバッグをご希望の方は間もなく発売予定ですので今しばらくお待ちください。また Kindle 版をご購入された方には本の全文 PDF をプレゼントしております。ご希望の方は公式 LINE にご登録いただき、購入した書籍名、PDF 希望と書いてメッセージを送信してください。それではワークアウトいってらっしゃい。